こんにちは、近藤瑞穂です。前回に続いて今回もツインレイのことについて、これまでお伝えしていなかった情報も含めてお話ししていきたいと思います。テーマはツインレイの試練の理由とツインレイがもたらす魂の発光作用について。このチャンネルは皆さんが次なる次元へスムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それではシリウス中継スタート。ツインレイの道はなぜ試練が多いのでしょうか。その理由は主に3つあります。1つ目はカルマの総生産のため。カルマとは今世クリアしなければならないこれまでの転生で持ち越してきた魂の課題です。2人は出会いの時までにある程度必要なカルマの生産をしてきましたが、それはまだ完全ではないため、残っているカルマの生産が出会いによって一気に始まります。カルマがどちらかに残っていると、二人は現実を共にすることができないからです。二つ目は自己統合のため。ツインレイの最終的な統合は、それぞれが自己統合した上で起こります。自己統合とは、陰陽が調和した完全な自己の状態。そのため、自己のバランスを崩している要因の手放すべきものを浮上させて、調和した本来の自己に戻ることをお互いに促し合います。そして3つ目が今回受け取った理由。それは魂の光を強めるためです。ではなぜ魂の光を強める必要があるのでしょうか。それはアセンションに関係しています。ツインレイは次なる時代を先導する働きがあると言われています。先導するためには誰よりも先に光の存在となる必要があるのです。では私たちが自らの光を強めるためにはどのようにしたらよいのでしょうか。それは闇の中に入ることです。闇の中にあると私たちはそこから抜け出るために自らの力を発動させて光を強めるからです。光の恩恵を受け取ることは幸せなことですが、与えられた光は自分自身の光ではないため、魂の光を強めることにはなりません。試練は人を育てると言いますが、試練を超えたとき、人は精神力だけでなく、魂の光も強くなり、それに合わせて体やオーラの光も強まります。これはファスティングにも言えます。体に空腹の時間を与えることで何が起こるのか。それは細胞の蘇りです。与えられないことで体が飢餓に備えて自らのシステムを強めようとするのです。そしてファスティングによって蘇るのは体の機能だけではありません。精神的にもエネルギー的にも強くなります。これをツインレイに当てはめてみましょう。ランナーが逃げることによって暗闇に落ちたチェイサーが自らの力で闇から這い上がるとき、霊的な覚醒とともに魂の光が強まります。光は波動であり、すべてを生かす源の力。私はこの光を強めることを魂の発光作用と呼んでいます。ツインレイがもたらす発光作用は、通常の人間関係が与える作用よりも大きなものになります。それは魂の愛のつながりであるから。最も愛する存在である
ランナーが離れることによって、チェイサーは最も暗い闇の中に落ちます。そしてチェイサーは一筋の光もない闇の中から真実の愛に目覚め、光を放ち始めるのです。これこそが最も大きな魂の発光作用です。前回の動画でチェイサーがランナーを受け入れられなくなる時が訪れるかもしれないというお話をしましたが、その理由はなぜでしょうか。そうです。ランナーの光を強めるためです。チェイサーが離れることで、ランナーは依存を手放して、自らの力で生きようとします。それは彼らを真実の愛に目覚めさせて、魂の光を強めることを促します。優しさだけが愛ではありません。受け入れるだけが愛ではありません。そばにいるだけが愛ではありません。ツインレイの道は様々な愛の真理を教えます。それは私たちが本来の自己によみがえり、より大きな光の存在となるために。以上です。私は2016年から約5年間、長くツインレイの発信を行ってきましたが、コロナに入る前あたりからツインレイの記事もサイレント状態でした。正直、ツインレイに関する発信はもう卒業したものだと思っていましたが、ここに来てツインレイの本の電子出版をしたり、ツインレイのメッセージが再び降りてきているのは、コロナ禍の間静かだったツインレイ全体の動きが活発化しているからではないかと感じています。それではシリウス中継を終わります。